江戸の人は本当に強かったのか、食と体力の関係を考える。昔の人は体が強かった、そう言われることがあります。どいた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 。飛脚は1日に100キロ近くを走り、江戸の女性は重い米俵を担いだ、そんな話も残っています。今年もこれだけのお米が取れましたよ。一方で現代の私たちはどうでしょうか。よっこいしょ。少し歩くだけで疲れ、慢性的なだるさを感じる人も少なくありません。いっぱい食べて力をつけないとね。そうね、いっぱい食べようね。もし私たちが本当に弱くなっているとしたら、その理由はどこにあるのでしょうか。今夜の夕食は肉にしようか。そうね、じゃあ野菜も買わないとね。今日は江戸時代の食と農業を手がかりに、体力と自然の関係を静かに考えていきます。これいいんじゃない？どれどれ？スマホって便利だよね。そうね、もう手放せないね。第1章、江戸の人は本当に強かったのか。まず確認しておきたいのは、飛脚の話や力持ちの逸話は一部の専門職や特別な例である可能性が高いということです。江戸時代の平均寿命は短く、栄養不足や感染症も多くありました。すべての人が強健だったとは言えません。よっこらしょっと。それでも日常的に身体を使う生活をしていたことは事実です。これくらい軽い軽い。徒歩での移動、農作業、家事労働、体を使うことが前提の社会でした。第2章、江戸時代の食生活。今日のご飯おいしいね。おいしいね。江戸時代の庶民の食事は米を中心に味噌、野菜、豆類などが基本でした。この味噌汁もおいしいね。いっぱい食べてね。肉はほとんど食べず、加工食品も存在しません。季節に応じた食材をできるだけ無駄なく使う。栄養が十分だったとは言えませんが、自然に近い形の食事ではありました。第3章、江戸農業と作物の育ち方。苗さん、大きくなってくださいね。苗さん、よろしくお願いします。江戸時代には化学肥料や農薬はありませんでした。今年もたくさん作ってくださいね。いっぱい作ってくださいね。しかし下肥や油かす、魚肥、仮敷など自然由来の肥料は積極的に使われていました。収量を上げるための努力はしていた。土さん、来年もよろしくお願いします。土さん、よろしくお願いします。それでも地域内で資源を循環させる農業構造は土の状態を保つ仕組みでもありました。落ち葉さん、来年もよろしくお願いします。落ち葉さん、よろしくお願いします。作物は土の力に支えられて育っていたのです。元声だよ。第4章、現代農業の進歩とその恩恵。現代の農業は科学の力によって飛躍的に進歩しました。収量は増え、飢餓は減少し、食料は安定供給されています。
これは否定できない大きな成果です。私たちはその恩恵の上に生きています。第5章、それでも感じる疲れやすさ。仕事終わらないな。しかし同時に私たちは慢性的な疲労や体力低下を感じることもあります。最近自然に触れていないな。運動量の減少、加工食品の増加、睡眠不足、ストレス、原因は一つではありません。転職でもしようかな。ただ、食や農業のあり方が私たちの体に影響している可能性も完全には否定できないのではないでしょうか。それとも移住でもいいかな。やっと仕事終わったよ。早く帰って夕飯の準備しよう。第6章、自然との距離が変わったこと。会社に行きたくないな。江戸時代の人々は土や自然と密接に関わって生きていました。お前はいいよな。現代では土に触れる機会は減り、食はパッケージの中にあります。土さん、皆が健康になる作物をたくさん作ってくださいね。自然との距離が広がったことが体や感覚に何らかの変化をもたらしている可能性はないか。稲さん、今年もよろしくお願いします。これは断定ではなく一つの問いです。最終章、自然に寄り添うという視点。今年もいっぱい取れたね。取れたね。科学を否定する必要はありません。むしろ科学の恩恵は大きい。自然に感謝だね。感謝。しかし効率や終了だけを基準にするのではなく、自然との関係を見直すことも大切なのではないでしょうか。土さんにも感謝だね。土さんにも感謝。江戸時代を理想化するのではなく、過去からヒントを受け取る。この土さんがたくさんの作物を作ってくれたんだね。そうだね。自然に寄り添う視点を取り戻すことが現代を生きる私たちの一つの選択肢になるのかもしれません。明日からまた頑張ろう。頑張ろうね。太陽が眩しい。最後までご覧いただきありがとうございました。今回の動画が面白かった方はぜひチャンネル登録や高評価をしていただけると励みになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。